おはようございます。ドラ旅です。今私たちがどこにいるかというと、熊本県の宇城市です。今回は国宝になった通潤橋に行ってからその周辺を見ようと思ってます。いつか行きたいなと思っていたら今年国宝になったじゃないですか。これはもう行くしかないと決めてやってきました。思った以上に水を浴びる橋でした。地味に見えて意外と楽しかったので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。このチャンネルは車で西日本を旅するチャンネルです。気になる方、応援してくださる方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。最初に着いたのは八角トンネル。不思議なトンネルがあると聞いてやってきましたが、確かに不思議なトンネルでした。鉄道の跡なんですね。半世紀前の構造物で、トンネルというよりも崩壊を防ぐために作られたそうです。でも大きな隙間があるからこれで防げるのかなとか考えると謎が深まりそうです。熊本から宮崎まで鉄道をつなぐ計画だったのですが、その計画がなくなってしまってトンネルだけが残ったようです。人の気配が全くありませんね。この先に何があるか見ていきます。大きな柱が突然現れます。山の中にいきなりこんなものがあるとワクワクしてきますね。これは鉄道を通すための橋脚でした。トンネルから少し歩いた先にはこのような遺跡みたいになってました。廃線とか遺跡が好きな方はおすすめです。目的の橋まで走っていきましょう。着いたのは霊台橋なんですが、なんと工事してました。本当だ。そうなんですね。明治までに完成した石の橋としては日本一の大きさです。近くで見てみたかったけど仕方ないですね。霊台橋は通潤橋に行く途中にありました。7ヶ月で橋を作って、それが180年くらい経った今でも残っているから、当時の技術はすごいですよね。道が狭くなってきましたが、この先に目的の橋があります。油断していると通り過ぎてしまいそうです。あ、もう見えてますね。お城とか神社仏閣が国宝というのはよくありますが、土木構造物が国宝になったのは全国でも初めてです。熊本県の国宝は2つ目で、もう一つは人吉にあります。また人吉の方にも行きたいですね。横には道の駅があって、その中で観覧書を受け取ります。これがないと橋の上に行けないんですね。この日は快晴で真っ青な空です。放水の日は必ずカレンダーで確認してくださいね。上からはこんな眺め。これを抜いて出すみたいです。
上と下から見たんですけど、いかがでしたか？この放水は絶対に一度は見た方がいいですね。着いたのは富士ラーメン。昭和57年創業のお店です。昔から変わってないような懐かしさを感じる店内。直感で日の国ラーメンにしました。お腹が空いていたので餃子も仲間に加えてます。豚骨をベースに鶏ガラを加えたスープ、マー油の風味と香ばしく揚がったニンニクの食感を感じました。このうまいラーメンが正当な熊本ラーメンなんでしょうね。餃子は派手さはないけど美味しいです。美味でした。着いたのは円形分水。大分県でも同じ仕組みの円形分水を見たことがあります。決められた割合で通潤橋とそれ以外へ水を送ってます。さっき見た放水はこれから来てるんですね。放水を見た後に来ると全て人の知恵の結晶なんだなと感じます。さらに山奥に行きますね。着いたのは池尻の唐笠松。小高い丘に大きな唐笠を広げたように立っています。樹齢300年以上のようですね。年月をかけて人が手を加えたように見えますが、自然にこのような形になったところがポイントです。草がなければきれいに唐笠に見えますね。着いたのは道の駅清和文楽村。入って右手はよくある物産館ですね。左手には文学館です。人形浄瑠璃が楽しめる道の駅って珍しいですよね。実際に公園もあって、奥には本物が展示されていました。特に知らなくても
動画の解説もあってよくわかります。着いたのは平立神宮。通順橋に来たらここも行ってほしいです。創建は不明。文献によると2000年前にはあったようです。国旗が印象的でした。右にあるご神木は同じ株から木が生えてを繰り返して現在のご神木で10代目です。樹齢は2000年。御朱印もいただきますね。凛とした空気はいいものです。帰りに見たのは竜宮滝。道路沿いにあったのを偶然見つけました。横には発電所がありますね。行ってみると迫力の滝がありました。こんなところもあるんですね。滝の裏側に竜宮があると言われています。少しずつ豪雨災害から復旧が進んでいます。動画を通じて少しでも手助けになれば幸いです。帰りに来たのは湯湾。家族湯専用の温泉です。今回は縁の湯です。ヒノキと岩のお風呂が2つ。温泉はいいですね。今帰っているところです。この時脇腹が腫れていたので高速じゃなく下道でドラッグストアを探してます。実は湯布院にいた時にはもう腫れていてですね、痛みも強くなっていよいよ腕も上げられないとなってました。コミュニティでもお伝えしたようにこの後手術をして今は治ってますのでこれからも旅していきます。通順橋は橋だけじゃなくてその付近も魅力的な場所もありますので一度行かれてみてはいかがでしょうか。それでは次の旅でお会いしましょう。またね。